Today's theme is Rock, paper, scissors! ハローハロー、ハリーさん、ジェニーさん、ハニーズの皆さん、おはようございます。エンティームのユーマです。僕がポップニュースをお届けするエンティームエンポップ。今年もあと半月で終わりますね。この時期はもう年末年始の過ごし方が決まっている人もいれば、まだまだ考え中の方もいるかもしれませんが、僕はですね、昔はずっとこたつで寝てたイメージがありますね。そんな年末年始の思い出ですが、皆さんは年末年始に気になってた作品を見たりする方も多いのかなというふうに思いますが、今月末には世界中の人が楽しみにしている、なんとイカゲーム2の配信もスタートしますね。怖いなこの楽曲シーズン1のイカゲームは4週間で1億4200万世帯が視聴して、日本をはじめアメリカ、ブラジル、フランスなど世界94カ国で今日の総合トップ1を獲得するという当時のネットフリックス史上最大の記録を出した大ヒット作品です。イカゲームの中で作られるそのお菓子があるんですけど、そのお菓子の中で切り抜いてその何かをやるシーンが本当に個人的には好きで、とても韓国でもそのお菓子を普通に遊びとしてやることもすごい流行ってたので、僕も何度かやったこともありますし、それをコーヒーと一緒に食べるとめちゃくちゃ美味しいんで、皆さんもちょっと食べてみてください。イカゲームのシーズン1では恐怖のだるまさんが転んだが出てきますが、イカゲーム2のティザーにももちろんだるまさんが転んだ出てきますよね。そこで今日のテーマは世界共通の子供遊び。ということでですね、イカゲームに出てくる韓国版のだるまさんが転んだはムグンファーコーチピオスミだ。その意味はムクゲの花が咲きましたという意味で、日本語とは結構意味が違いますね。英語だと Red Light Green Light と言って、日本のルールとはもう全く違ったものになるそうですね。このムグンファーコーチピオスミだはもう誰でも言えるぐらいすごい流行ったなっていう風に思ってて、僕たちもエンティームの中でムグンファーコーチピオスミだを言う時期がありましたね。だるまさんが転んだはもう僕たちエンティームの最近のコンテンツでもだるまさんが転んだをやるぐらい僕には馴染みがある遊びかなっていう風に思います。そしていないいないばあは英語だとピカブーという可愛い発音になりますね。ピカブーすごい可愛いですね。でも韓国語だともっと短くてカックーンですねこれも赤ちゃんとかにやるときもカックーンってやるんですかね。ちょっと気になるんですけど、いないいないばあはでもこのいないいないばあっていうこの発音もそうですし、ピカブーもカックンもどの国でのこのいないいないばあはとても可愛く感じちゃいますね。それからまだまだあります。じゃんけんぽん。もちろんこれを忘れちゃいけませんね。じゃんけんぽん。これは英語だと Rock, Paper, Scissors。 これはでも有名ですね。僕たちもたまに英語で英語ネイティブなメンバーがいるので Rock, Paper, Scissors ってやることもたまにありますね。でももちろん僕たち韓国語はよく使っててカビバビボーなんですけど、でもチンゴカビバビボーこうやってやるんですけど、意外と僕たち韓国語めちゃくちゃ使ってるなっていう風に思いますね。ダンスの練習とかやるときにチームを分けてやったりするときに、じゃあカビバイボやるみたいな感じで韓国語でやることも結構あるので、皆さんも韓国語ぜひ使ってみてください。とこうやっていろいろ本当に世界共通の子供遊びたくさんありますが、僕はでも子供の頃竹馬めちゃくちゃ上手でしたね。竹馬を高さを調節できるじゃないですか。それを僕が保育園だった時に竹馬を一番高くしてそれをリレーするっていうのあったんですけど、その時にめちゃくちゃ上手でしたね。でも一輪車は全然乗れませんでしたね。なので今も全然乗れないです。ちょっと恥ずかしいです。ということでそろそろこのコーナー終わりの時間が近づいてきましたが、なんとここでお知らせがあります。来週のポップオブザワールドに僕ユーマが
生出演しますということで、ハリーさん、ジェニーさんとお会いできるのはもちろん楽しみなんですけど、エンティムエンポップも生で進行させていただくので、とっておきのポップニュースをお届けできたらなというふうに思ってます。ハリーさん、ジェニーさん、ハニーズの皆さん、もちろんルネもよろしくお願いします。最後にラジオなんですけど、カウビバイボをちょっとやろうかなって思ってて、今日はじゃあ韓国語でいきますね。アンネモチンゴカウビバイボったら最後に皆さんも出してください。いきます。アンネモチンゴカウビバイボ。僕はパーを出しました。ラジオの前の皆さんは何を出しましたか？ぜひ教えてください。ここまでのお相手はエンティムのユーマでした。Listening to N-Team Illumination。 はい、メッセージ来てますよ。なこさんから、いよいよ来週は N-Team のアルバム発売で今からもう想像していますって盛りだくさんなので、もう内容ですので一人でも多くの方に聞いていただきたいということなんですけども、そうなんです。来週の18日アルバム雪あかりがリリースされるんですけども、今聞いていただいているイルミネーションもね収録されているので、ぜひぜひ聞いていただきたいですね。はい、そして何よりもね、皆さんちゃんと聞きましたねえ、生出演でございますよ皆様。来ましたそう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 、あとこのコーナーだけじゃないですから。そうなんです。そう、朝6時から、エンディングまでゆうま祭りでございますよ。これは行きましょう。なのでね、ハニーズのみんなもルネのみんなも皆さんどうぞよろしくお願いします。うまくん来週待ってまーす。君のこと